最近僕が興味を持っていること、それが金の話ですね。金にめちゃくちゃ興味があって、今もう金のことを調べ出すといろんなことがこうつながってきて、すごいなんか世界のことへの理解度が高まるような気がしてる。てかほんまに高まってると思う。金なしにはこの世の中は存在してないわけ。最近僕が読んでる金関連の本、これが菌類が世界を救うという、金というものの全体像みたいな感じやな。こちらが土中環境って言って、これは土に特化した話。野菜作る時にさ、土を育てるとか言うやん。そういうのの土の知識がつく本で、最近身近な話で言うと、菌が好きになったのはどっからかな。ちょっと興味出たのはやっぱキノコかな。キノコ取り始めた頃からちょっと菌っていうものについてもっとなんか現実味というか日常にちょっと入り込んできて、菌を調べていくととても面白いので、その一つなんかまず面白いなと思ったのが、土中環境、土の中の環境と、胃腸の中の環境が似ているっていう話。これが結構面白くて、なんか一見土と人間なんてさ完全別のもんやん。けど菌っていう目線で見ると結構似てて、まずどちらも、土の中も胃の中もどちらも菌が自分で分解できないものを分解して栄養に変えてるっていう話。例えば土の中で言うと、木からさ葉っぱが落ちてくるやん。そしたら枯れ葉が積もるやろ。それをこう土の上にこう枯れ葉が積もってって、こう枯れ葉の層がこれぐらいできるとするやん。そしたらこの下の方からこう土の中にいる菌がこうだんだんこう葉っぱを噛み砕いてって、んでだんだん土になっていく、土へと変わっていく。一方で腸内環境でいうと、食べ物が来るやん。腸内に来たら人間が消化できない、腸内細菌が人間が消化できない食物繊維とかエネルギー源、ビタミン、短鎖脂肪酸などを作り出す菌がっていうような、同じ働きなんよな。それは何か物が入ってきて菌が分解していいものに変えるみたいな。ほんで土の中にも嫌気性菌っていうのと好気性菌っていうのがあって、空気を嫌う菌と空気を好む菌みたいなものがあって、腸内とかで言うと、よくさ善玉菌とか悪玉菌、いい菌悪い菌みたいな言われるんやけど、それがどっちもなんかプラスとマイナスみたいな菌がどっちもちゃんといて、で胃の場合で言うとそこに、善玉菌悪玉菌っていうのがあって、日和見菌っていうもっと数多い中間の菌がいて、この日和見菌っていうのが例えば善玉菌が強くなったらそっちに全部味方する、日和見菌が。けど逆に腸内環境が悪化して悪玉菌が優位になると、日和見菌は悪玉菌の味方になるみたいな、どっちもなりうるみたいなのが多分7割ぐらい占めてんのかな。だから腸内環境だけで言うと、その善玉菌悪玉菌どっちかちゃんと善玉菌を活性化させようみたいな考えがあるんやけど、実際のところその多くはその日和見菌がどっちに傾くかみたいなもので決まるらしい。んで、あと最近生ゴミ食べるとちょっと匂うやん。あれが嫌でコンポストを始めたんよ。でコンポストって何かって言ったら、ただの土、もう土なら何でもいい土に生ゴミを入れて混ぜる、それだけでその土の中の微生物が活性化して分解してくれるっていう。
さっきの落ち葉みたいな感じで生ゴミを土に変えるみたいな。それである程度まず最初に入れた食べ物っていうのは最初に腐敗していくわけ。腐敗っていうのもちゃんと菌が、白カビとかつくやん、ああいうカビもちゃんと菌で、あれがまず腐らせるっていうことをするわけ。ほんで腐らせたのを土の中で他の菌たちがどんどん細かく分解していくんよ。だからカビが生えることって一般的にこう生きていると、うわカビ生えたってなるやん。冷蔵庫でカビ生えてたものを見ると、うわカビ生えた最悪ってなるんやけど、ほんで触りたくないやん、あんなん。けどそういう菌っていうものをこう着目して見てると、カビが生えるからちゃんと分解されるっていうことを意味してるやん。だから世の中のいろんなあらゆるものがカビが生えへんかったとしたら、全て土にならずにその場に残り続けるってことになっちゃうやん。だからカビが生えるっていうことへの考え方も変わるし、すごい面白い、菌について勉強するのは。ほんでカビが生えるってことはもう細菌が食べてるってことやから、そこからもう分解が始まってるんやなって目に見えて分かっていくから、それで細かくなって土になって、その土をプランターとかに撒いて、そしたら野菜にたくさんの栄養が与えれるっていう、堆肥っていうねんけど、普通の土と違ってそういう栄養がたくさんある土みたいな感じかな。んでそういうのを学んでると、すごい人間って無駄なことしてるんやなみたいに思うことが結構あって、まず一つが街中にもさ木が生えてるやん。ああいう落ち葉ってちゃんとそこら辺の人がこう掃き掃除とかして落ち葉をちゃんと集めて掃除してる人がいるやん、絶対街中やと。ほんでその集めた落ち葉をビニールに入れてそのまま燃えるゴミに出すっていう、これ本来森の中であったとすると、ちゃんと土の上に落ち葉が落ちて、それが土にまた変わるっていうさ、循環があるやん。でももうそういう落ち葉を捨てている限り土にはならへん。一方でこう街はさどんどんコンクリート化してって、どんどんなんか森っていうものが減っていくやん。土も減るし森も減る。だからコンクリートってまあ土から作ると思うけど、それもなんかすごいどんどんもう帰れないとこを増やしてるみたいな。なんかよく高層ビルってまあ戦後何年とかでさ、もうだいぶ経って古くなったものあるやん。ああいうのって戦後までは多分なかったやん。それ以降の技術やから、あれが経った後どうやって壊されるかみたいなことをまだ人類は到達してないわけ。建てたはいいけど壊すことどうしますかみたいな考えずに建てたわけやん。だからこれからどんどんそういうものがでっかいコンクリのゴミみたいなものが残るようになるん。一方でその葉っぱとかはちゃんと吐いて燃えるゴミにしちゃったら、それは土にならへんから、すごいなんかまあそりゃそうやと思うけど、わざわざそれを森に返してってやる人件費とかさ考えたらそりゃそうなんやけど、なんかすごい無駄じゃないそれ。悲しくない？だって土なくなったらさ野菜なくなるし、土ないと動物もおらんくなんで。だからいわばそのサイクルのどれがかけてもあかんから、その土が生まれないことを考えると、もうどこまでも苦しくなるんじゃないかなって。んで最近リハックっていう YouTube の番組で東出さんと、あとそういう生物のことを、生物ってかうんちをちょっとごめんなごめん、ご飯中やったらほんまごめんなんやけど、うんちを森でずっとする人っていうのをずっとやってる人がいて、要は今の人間ってさ、みんなトイレでして、それがこう下水管を通って下水処理場に行って、そこで多分あれは何で分解されるのかな。あれも菌やんな確か。浄化層とか
その下水処理場でも微生物が主役で我々の排泄物を消化してる。ほんでそれで多分きれいになった水から塩素とかで消毒して海に流すみたいな感じだと思うけど、ほんでそのリハックで見た人が言ってたのは、その人は森でうんちをすると。で森でうんちをしてちょっとだけやっぱ浅く掘るんよ。さっきのコンポストと同じで嫌気性菌と好気性菌っていうのがいて、あまりにも深くなると嫌気性菌しかおらんのよ。空気が嫌いやから、深いとこに行けば行くほど空気って少なくなるやん。だから浅いとこにうんちを埋めんの。そしたらいい感じにこう空気も通ってるんよ、浅いところっていうのは。だからその空気を通っている方がちゃんと菌が活発に動くから、その浅いところにこううんちしたら埋めてみたいなことを言ってて、ほんでそうすると森がすごい豊かになるって。菌の数がとにかく増えるみたいな。いろんな菌っていうのは多様性があればあるほどいいとされてるんやけど、とにかくいろんな菌が増えるっていうのを言ってた。ほんであとは人間の死んだ後の火葬、人間燃やしてさお墓に骨を埋めるやん。それもその辺の動物っていうのはそのままどっかで死んで、そしたら土の上でだいたい力尽きるわけやから、そしたら菌がいろんな虫とかまず虫とかいろんな動物とかに食べられて、で細かくなってって、あとは菌が分解するみたいな。だからある意味人間も土葬にすればその土の栄養に変えるから、その自然の循環の中に変えれるみたいな。火葬するともう骨をお墓に埋めて置いとくっていうのは、これはもうずっと物として残るやん。だから今後人間がどんどん死んでったらどんどんお墓ばかりが増えていくやん。ほんで火葬するにはもう何やったかな、灯油かなんかガソリンをめちゃくちゃ使うらしい。何十リットルみたいな使うらしくて、1回の火葬で。だからその原油みたいなさ、そういう最近もう世界情勢でいろいろあるやん。そういう観点でも土葬にした方が土の栄養にもなるし石油の削減にもなるみたいなことを言われてて、これが実用的であるかは置いといて、実用的でないんやけどどっちも。でもこうやっぱその循環から外れるってことは、もうどんどんなんかゴミとされる分解されないものがどんどん積もっていくってことやから、ほんでその栄養として還元されない自然にっていうのがすごいなんかはあと思って、なんか物の見方がいろいろと変わる話やなと思って。だからぜひこういうのに興味持った人は、こういうの多分20代とかでこういうのやってる人で喋る人ってほとんどおらんと思うねんな。僕はもうなんかもう自然の循環を大事にしたいし、そういうどんどん失われていくっていう危機感をさ若干あるわけ。それが失われてった先には絶対に誰もが苦しむ未来が待ってるやん、絶対に。今の話だけでももっと大きく影響してて、だからそういう危機感をなんかもっと若い人が持ってたら、今後今の自分らの世代がさ、いつか世の中の多くを作る時代が来るわけやん。いつか40、50とかになったら上に立つ人間になるわけでさ、そういうのをこう頭に置いてくれる人がいればちょっとずつ良くなるんじゃないかなって。なのでそういう学習する番組とかで話すのもとても大事なんやけど、僕は僕なりにこう若い人にこう普及していってくれたら嬉しいなってすごい思う。これはもうそろそろなんか世の中が難しいんじゃないかなと思うけどな。 AI 化とかも進んでさ、いろんな技術とかも進む。例えばコンクリを土に戻すみたいな技術ももちろん進んでると思うんやけど、だから今戦後からブワーってこういろんな技術が進んでって、さっきのビルの話で言うと
ビル建てた後どうやって壊すねんみたいな話、それを考えずにこう突き進んできたやん、伸びて今まで。そういうのゴミになるなって気づいた人からコンクリを土に返す技術とかを今開発してるわけ。でもこうそういうのが伸びてって、じゃあ次自然にまた返そうってこう折り返す地点でちゃんと折り返せるのか、もう果たして自然がもうほとんど機能しなくなっちゃうのが先なのかみたいなところがあるから、っていう。だから最近のクマ問題とかもさ、全部つながるよ。こういうの学ぶとほんまに全部つながるの。だからすごいクマでわーっていう人もいるけど、なんかこういうのを学ぶと、そこじゃないなみたいな、論点そこじゃない、クマを殺す人がいてみたいな、そこじゃないなって、まずもう自分の足元から全部つながってるんやみたいな感じるから、やっぱこの辺を学校教育でもやってんのか、やってるか、もっと改めてやってほしいよな。というような話でした。最近学んでいる金の話で、この本は土中環境なんで、なんかこう根っこ、街中歩いてるとさ、ヨモギが生えてる場所とかもういっぱいあるやん。コンクリからの間でもヨモギって生えるんよ。だからヨモギはすごい強い草で、ちょっとあれやな、話長なるな。ちょっと話長なるんでやめます。もうずっと喋っちゃうから一旦やめます。また土中環境の話とか聞きたいっていうのがあれば言ってください。語りますんで。さようなら。